では前回のモデリングの動画の続きをやっていきます。モデリングが完成したら次にマテリアルを適用して質感を設定します。その後顔にペイントで色を塗っていけるように UV を展開してテクスチャーを設定します。一通り設定すれば完成ですので、レンダリングの設定をして画像に保存します。ではやっていきましょう。レイアウトのワークグループに移動して 3D ビューのシェーディングをマテリアルプレビューに変更します。まずは質感を分けたいもの別にマテリアルを設定していきます。オブジェクトを選択してマテリアルのプロパティでニューを押してマテリアルを作成します。プリンシプル BSDF で目は黒目なのでベースカラーを黒にしてメタリックを上げてラフネスを下げます。歯や眉毛、鼻、体とズボンと腹巻きもマテリアルを設定します。ベースカラーの色をつけるときにカラーパネルのスポイトでデザイン画の色を選択することで簡単に色を設定することができます。マテリアルの名前をつけるときは分かりやすく頭に MAT とつけると良いと思います。質感を設定したいオブジェクトの中で体と腹巻きとズボンはテクスチャーをつけたいと思いますので、その3つのオブジェクトの UV を展開します。まずはスカルプトで大きく形が変わっているところもあると思いますので、マルチレゾリューションモデファイヤーの中のシェイプのアプリベースを押して元の低い解像度のポリゴンに形を合わせます。ベースを変更することができたらオブジェクトを選択して UV エディティングのワークスペースに移動します。まずはポリゴンを全選択して UV のプロジェクトフロムビューをするとイメージの側に表示されます。そしてポリゴンが重ならないようにポリゴンに切れ目、シームを入れて展開していきます。展開した時に継ぎ目はきれいにつながらない可能性もあるので、なるべく目立たない場所に切れ目を入れていきます。なるべくきれいに開けるように切れ目を入れていきます。エッジをダブルクリックするとつながっているエッジを一気に選択できます。このやり方でうまく設定できると良いのですが、うまくつながらない場合はシフトとコントロールを押しながらつなげたいエッジを選択すると最短でつながっているエッジを選択することができます。展開した時になるべくきれいな開き方になるよう切れ目を入れていきます。一通りシームを入れたら今度は UV エディターの UV のアンラップをかけます。展開されるので必要があれば修正していきます。展開した UV をきれいに配置したいので UV をすべて選択して UV のバックアイランズをかけます。
UV がくっついてしまっているのを少し間を空けたいので、マージンに数値を入れて調整します。きれいに UV を開くことができたら、その他のオブジェクトも UV を展開しましょう。UV を開くことができたら、色を塗っていくことができます。まずはテクスチャーを作成します。UV ビューの上に Create New Image ボタンがあるので押します。テクスチャーの名前を入れて解像度を設定します。ひとまず 2048×2048 にしておきます。カラーの色はデザインだからスポイトで取得します。ニューイメージを押して作成します。レイアウトに戻って作成されたテクスチャーをベースカラーにイメージテクスチャーを設定して作成したイメージを指定します。ボディにテクスチャーが設定されましたので、テクスチャーペイントのワークスペースでペイントすることができます。ほっぺたの赤い色を入れてみましょう。テクスチャーペイントビューの上の色を選択して、スポイトでデザインから赤い色を取得して塗っていきます。塗る強さを調整しながら塗っていくと良いと思います。口の中や髪の毛も塗っていきます。ここでペイントしたテクスチャーがまだ保存されていないので必ずセーブしておきます。イメージのセーブで保存します。データのフォルダーの中にテクスチャーズフォルダを作成してその中に保存します。ここで保存していないと描いたものがなくなったりするので必ずセーブしておきます。体のテクスチャーができたので次は腹巻きの質感の設定を行います。腹巻きはペイントはなしにして質感だけ設定します。ポリヘブンなどテクスチャーをダウンロードできるサイトから質感の設定されたテクスチャーをダウンロードしてきます。腹巻きはファブリックの良さそうなものを選んでダウンロードします。色は使わないので布の質感の方を見てダウンロードすると良いと思います。ダウンロードしたテクスチャーファイルをデータのフォルダーに展開しておきます。シェーディングワークスペースに移動します。プリンシプル BSDF を簡単に設定できるアドオンを使いたいので、プリファレンスのアドオンズでノードと入力してノードラングラーをアクティブにします。
シェーディングワークスペースの下のノードエディターで右のサイドバーを表示させます。プリンシプル BSDF を選択してノードラングラーのタブで Add Principled Setup を押します。ファイルビューが開くのでダウンロードしたテクスチャーをすべて選択してプリンシプルドテクスチャーセットアップを押します。そうすると自動的にテクスチャーをノードに接続してくれます。ファイル名に応じてラフネスとノーマルが接続されました。質感の感じを見ながらマッピングのスケールを調整していきます。いい感じになったら次はズボンに質感を設定します。ズボンはデニムを設定したいと思います。同じようにポリヘブンからデニムのテクスチャーをダウンロードして設定します。さて質感も設定して一通りキャラクターが出来上がりました。忘れていたお守りも作っておきます。では次に環境マップを設定してレンダリングできるようにしていきましょう。マテリアルビューで設定されているブレンダーにデフォルトで入っている環境マップを使用しても良いと思いますが、今回はせっかくなので
ポリヘブンの HDRI から HDRI を落としてこようと思います。良さそうな HDRI をダウンロードします。右のワールドのプロパティでカラーの黄色いアイコンを押してエンバイロンメントテクスチャー、環境テクスチャーを選択してオープンでダウンロードしたテクスチャーを設定します。ビューポートシェーディングをレンダーにすると HDRI が反映されているのがわかると思います。HDRI を調整できるようにしたいのでシェーディングに移動してノードエディターのオブジェクトをワールドに変更します。HDRI のノードを選択してノードラングラーの Add Texture Setup を押します。そうするとマッピングノードが設定されるので回転させたりすることができます。レイアウトのワークスペースに戻ってAddからカメラを追加して右のカメラのアイコンを押してビューをカメラにします。サイドパネルのビューのロックのカメラトゥービューにチェックをつけると画面の操作がカメラにロックされます。そしてカメラを良いところに決めてメニューのレンダーでレンダーイメージを押してレンダリングしてみましょう。レンダリングすることができました。HDRI の背景を消したい場合はレンダープロパティの下の方のフィルムの中にあるトランスペアレントにチェックを入れます。レンダープロパティでレートレースを設定すると影や映り込みがきれいになります。 EB をサイクル図にするとさらにきれいな画像がレンダリングすることができます。アウトプットのプロパティで解像度の設定やアニメーションをレンダリングした時の出力先の設定ができます。いかがでしたでしょうか。質感を設定して環境を設定するともう思い通りの CG ができそうですよね。細部にこだわって設定を詰めていくともっと良いものになると思います。標準の機能だけでもこのぐらい簡単に CG を作成していくことができるんです。ブレンダーは世界中のユーザーたちが作ったアドオンで機能を拡張していくことができます。もっと CG を簡単にすることももっとクオリティを高くすることも自由自在なんです。さあ、あなたも無限の想像の世界で自由に飛び回りましょう。ここで終了しても良いと思いますが、もう少し可愛くしたいので動物らしく毛を生やしたいと思います。毛については次の動画で。